ジブリ映画の面白い裏話6選。1980年代後半、日本の映画館にはある熱気が渦巻いていました。ジブリ映画が公開されるたびに、人々は長い列を作り、笑い、涙し、そして語り継がれる伝説が生まれていったのです。しかしその裏には、あまり知られていない驚きのエピソードが隠されていました。今回はジブリ映画の公開当時に実際に起こったちょっと不思議で時に笑える6個の裏話をお届けします。さあ、時代を超えて語り継がれる物語の舞台裏を一緒に覗いてみましょう。1、もののけ姫とアメリカ配給会社の衝突。1997年、もののけ姫は宮崎駿の引退作と宣伝され、日本映画史上最大規模の制作体制が敷かれました。総カット数は14万4000枚以上。当時の常識をはるかに超える作業量でした。ジブリのスタッフは連日泊まり込み、仮眠室で数時間眠るだけ。監督自身も過労で倒れかけながら鉛筆を握り続けたといいます。しかしその結果、日本映画の興行収入記録を更新。公開当時、映画館には2度目、3度目を観に来たという観客が長蛇の列を作り、まさに社会現象となりました。涙と汗で作られた大作、それがもののけ姫だったのです。そのもののけ姫がアメリカに渡る際、配給会社のミラマックスが要求しました。上映時間が長すぎる。短くカットさせろ。しかしジブリは一切譲りません。鈴木敏夫プロデューサーはミラマックスの社長に一本の日本刀を送りつけました。刀にはノーカットと刻まれていました。ジブリは決して作品を削らない、その強い意志を突きつけたのです。この逸話は映画史に残るノーカット伝説として、今もファンの胸を熱くしています。2、千と千尋の神隠し、世界を席巻した10歳の少女。2001年公開、千と千尋の神隠し。公開当時、日本ではもちろん大ヒットしましたが、驚きはその先にありました。アニメ映画としては異例の規模で、アジア、ヨーロッパ、アメリカへと展開。当時、海外では日本のアニメは子供向けという認識がまだ根強くありました。ところがこの作品は圧倒的な映像美と深いテーマ性で大人たちの心をも掴んだのです。アメリカの評価は10歳の少女の物語が世界の映画の概念を変えたと称賛。そして第75回アカデミー賞でアニメ映画として史上初の外国語作品による長編アニメーション賞を受賞しました。公開当時の日本の映画館ではアカデミー賞受賞後に再び観客が押し寄せ満席続出。人々は日本のアニメが世界の映画の歴史を塗り替えた瞬間をリアルタイムで体験していたのです。日本公開時も大ヒットでしたが、海外での評価はさらに衝撃的。カンヌ映画祭では観客総立ちで拍手喝采。アメリカでは字幕にもかかわらず異例のヒットを記録。外国語アニメがオスカーを取るなんて、と業界に衝撃を与え、世界中のアニメの未来を切り開いたのです。3、風の谷のナウシカは実はジブリ作品じゃなかった。多くの人がジブリの原点と思っている風の谷のナウシカ。しかし公開された1984年当時、スタジオジブリはまだ存在していませんでした。この映画は徳間書店の出資で制作されたもので、当時はジブリ前夜の作品だったのです。
けれど、ナウシカの成功は宮崎駿と高畑勲に大きな自信を与えました。自分たちの理想を実現できる場所を作ろう。そうして誕生したのがスタジオジブリ。つまり、ナウシカはジブリの母とも呼ぶべき作品。もし彼女がいなければ、後の名作たちは生まれなかったのかもしれません。4、隣のトトロとホタルの墓の2本立て公開。1988年、スタジオジブリの隣のトトロとホタルの墓は、なんと同時上映、つまり2本立てとして公開されました。今ではあまり馴染みがありませんが、当時の映画館では、1回分の料金で2本の映画を続けて見られる形式が一般的だったのです。しかしこの組み合わせは、観客にとってかなり衝撃的でした。なぜなら、隣のトトロは心温まるファンタジーなのに対し、ホタルの墓は戦争の悲劇を描いた重苦しい作品だからです。明るく笑顔になれる作品と、胸が締め付けられる作品を同じ座席に座ったまま連続で体験する。これはまさに感情のジェットコースターでした。結果的に多くの観客はどちらの作品を先に見るかで印象が大きく変わったそうです。子供がトトロで笑顔になった直後にホタルの墓で泣くケースもあれば、ホタルの墓で心を打たれてからトトロで少し救われる、そんな不思議な体験をした人もいたのです。5、天空の城ラピュタ、テレビ放送で一大ネット現象に。1986年公開時には大ヒットとは言えなかった天空の城ラピュタ。しかし、数年後のテレビ放送で状況は一変しました。マールスの大合唱です。放送終了間際、主人公たちが放つ滅びの呪文バルスを全国の視聴者が一斉に叫ぶ、そんな奇妙で熱狂的な現象が起きたのです。インターネットが普及した時代には、この瞬間にツイッターのサーバーが落ちるほどのアクセスが殺到しました。もはや日本の一種の祭り。ラピュタは公開当時よりも後年になって国民的イベントへと成長していったのです。公開当時の映画館では想像できなかったこの現象こそ、時代を超えたラピュタの魔法と言えるでしょう。6、魔女の宅急便ポスターに知事がいなかった。1989年に公開されたスタジオジブリの名作魔女の宅急便。主人公は魔女として自立を目指す13歳の少女、キキ。そして、その度に寄り添う黒猫のジジは、ファンにとって欠かせない存在です。ところが、公開前に制作された最初のポスターには、なんとジジの姿が描かれていなかったのです。そこに写っていたのは、賑わう市場や美しい港町の風景、そして小さなキキの姿だけ。隣にいるはずの黒猫はいない、不思議な静けさが漂っていました。実は宮崎駿監督は、この映画を魔法やファンタジーの物語というよりも、少女が新しい街で暮らしながら成長していく等身大の青春ドラマとして描いていました。だからこそ、最初の宣伝では、魔女や黒猫といったわかりやすいファンタジー要素を前面に出すのではなく、街の息遣いや少女の孤独を強調したかったのです。けれど、周囲からは、ジジがいないのは寂しい。彼がいてこそ、キキの物語は輝くという声もあり、最終的にはジジが加えられたポスターが完成。その結果、映画館に足を運んだ観客は、キキとジジが共に過ごす日常に強く引き込まれていきました。つまり、このジジ不在のポスター事件は、ジブリの宣伝における迷いや挑戦、
そして作品への深いこだわりを物語る裏話なのです。今やその幻のポスターは、コレクターの間で高値で取引される超レアアイテム。観客の誰も目にしなかったジブリのもう一つの顔が、そこに隠されていたのです。ジブリ映画の面白い裏話6選いかがでしたか？名作の裏には必ずドラマがある。スクリーンに映し出された物語の陰で、制作陣の挑戦や時代の空気が交錯し、今なお語り継がれる伝説となったジブリ映画。私たちが知っているのはほんの一部に過ぎません。次にあなたがジブリ作品を見るとき、そこには今日お話しした裏話の息遣いをきっと感じるはずです。これからもジブリの魔法は色あせることなく世代を超えて語り継がれていくでしょう。面白かったと思っていただけたら、チャンネル登録やいいねをよろしくお願いいたします。様々なテーマでえりすぐりの雑学をお届けしていきます。では、またお会いしましょう。